今回は iPhone 8の中古ジャンク品の修理後のレビューを行います。このチャンネルの動画ではガジェットについて紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんは中古の iPhone の購入を検討したことはあるでしょうか？中古の iPhone を探している際、時々格安の価格の iPhone を見かけることがあります。それらの端末はジャンク品や訳あり品であることが多いのですが、この動画では先日購入した中古ジャンク品の iPhone 8についてレビューしたいと思います。レビューは以下の流れで行いたいと思います。最初に iPhone の中古ジャンク端末について、ジャンク端末とは何かについて説明し、ジャンク端末購入時のメリット・デメリットについて解説していきます。2番目に私が購入した端末の購入時点での問題について紹介し、どのように対処したのか説明したいと思います。最後に修理後の中古の iPhone 8の使用感について紹介します。中古の iPhone 8の使用感についてのレビューを見たい方は動画の後半で紹介しています。説明欄にタイムのリンクを貼っておきますので、そこからご視聴ください。この動画を見て少しでも中古やジャンク品の iPhone 8の購入を検討されている方の参考になれば幸いです。まずジャンクの iPhone についてですが、ジャンク端末は一般的に動作不良のためそのままでは使えない、使えるが一部機能に不備があるといった端末のことを指します。具体的にはそれらの端末は電源が入らない、アクティベーションロックがかかっていて使うことができない、電源は入るがリカバリーモードになってしまい使用できないなどといった不具合を抱えています。それらのジャンク端末を使える状態にするにはパーツ交換などの修理が必要になります。あるいはそれらのジャンク端末から部品を回収し、他の端末の修理に使用するといった使い方をすることが多いです。ジャンク端末を購入するメリットとして、まず第一に修理を楽しめるという点です。自分で端末を分解して部品を入れ替えることが好きな人にはいいかもしれません。第2に、他の同じ機種の中古品に比べて格安であるということがあります。ただし、修理のための部品購入費用がかかるため、物によっては結果的にそれほど安くならないことがあるので注意が必要です。デメリットに関しては、第一にリスクが大きいという点です。購入の際、不具合の内容から壊れているパーツを推測するのですが、推測が外れたりすることもあり、お金が無駄になってしまうリスクがあります。第2に、修理するので手間がかかります。修理が好きな人以外には向かないと思います。さて、それでは私が購入した中古ジャンク端末の iPhone 8について説明します。以前に私が上げた動画がありますので、よければそちらもご覧ください。画面右上のびっくりマークや動画の説明欄でのリンク、チャンネルページから見ることができます。私は中古のジャンク端末の iPhone 8を購入しました。その端末は電源は入るがリカバリーモードになってしまい、まともに使うことができないといった不具合がありました。購入後、パソコンと接続させて初期化など試みましたが、使用することができなかったので、つい最近 iPhone 8のロジックボードを入手し交換しました。すると iPhone が使えるようになったのですが、ホームボタンが効かなくなってしまいました。もちろん指紋認証も使えません。iPhone 8は指紋認証機能のため、ホームボタンとロジックボードがセットになっていますが、セット品は値段が高いので、今回はロジックボードのみの交換としました。ホームボタンは使えませんが、画面上でこのように代用できますので、通常使用には問題ありません。私はこの端末を音楽を聴くためやゲーム、カーナビ、ブラウジングといったサブ仕様が主なので問題は全くありません。それではこの中古の iPhone 8の使用感についてレビューしていきます。外装はこの通り目立つ傷もなく綺麗な状態です。 iPhone 8ということでホームボタンがある昔のデザインですが、 iPhone といった存在感を感じるデザインであるとも思います。 4.7 インチのディスプレイサイズは小さすぎることもなく、手に持った感じもちょうど良い大きさの端末です。 A11 バイオニックチップを搭載し、そのパフォーマンスは
2021年になった今でも快適に使うことができます。それではブラウジングを使用してみましょう。 Yahoo アプリを使用してブラウジングしてみます。このようにブラウジングの動作自体はサクサクと表示することができ、快適に使うことができます。次に動画視聴をしてみましょう。 YouTube で動画視聴をしてみます。動画視聴もカクつくといったこともなく快適に見ることができます。 4.7 インチのディスプレイサイズでは画面が小さいのですが、これでも十分動画を楽しむことはできます。それでは次にカメラを使って写真を撮ってみたいと思います。カメラで撮った写真がこちらになりますが、綺麗に撮れているのがわかります。 iPhone8 は3年前に発売されましたが、今でも十分綺麗に写真を撮ることができます。ただし最近の iPhone のように超広角での撮影はできませんし、夜間の暗い中での撮影は苦手なので注意が必要です。次に動画を撮ってみましょう。 iPhone8 は 60fps の 4K で動画を撮ることができますが、 1080p HD 60fps の条件で撮ります。十分綺麗に動画が撮れているのがわかります。それでは最後にゲームをしてみましょう。ガンゲームで試してみたいと思います。グラフィックスの条件はグラフィックス品質高い、フレームレート高いといった条件です。ゲームはカクつくことなく快適にプレイできました。画面が小さいので iPad のプレイと比べると遠くにいる敵が見づらいといったことがありますが、動作自体は快適に動作してくれています。万が一動作が悪くなってもグラフィックスの条件を落としてあげれば動作はより快適になるかと思います。以上で一通りの使用感のレビューは終わりますが、 iPhone8 は約3年前の2017年9月に販売されましたが、今でも十分快適に使うことができます。イヤホンをつけて音楽を聴くと音質も良く、音楽を聴くための端末として GPS の精度も良いのでカーナビ代わりでの使用、もちろんメインやサブのスマホとしても十分活躍してくれるでしょう。いかがでしたでしょうか。動画が少しでも皆さんの役に立てたのなら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も少しでも皆さんの役に立てるような動画を作っていきますので、画面右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。